小さい頃からもうお茶飲んでるんですけれども、基本ジャスミン茶がメインです。ジャスミン茶、なんで北京はジャスミン茶かっていうと、なんでだ。皇帝がですね、北京に住んでるんですよね。で、昔だと物流がやっぱり発達していなくて、温度管理はそもそも難しい。南の方で取れたお茶がですね、北京まで届いた頃にはもうだいぶ劣化が進んでいて、香りがなくなったり、なんとかしようかっていうところから、ジャスミンの花を入れたら、香り付けとしていいんじゃないかっていうところからやっぱりね、北京では。なるほど。中国でいうと、そのヤム茶はもうまず南のもので、とりわけ香港とか広東とかそういったところにはヤム茶文化があって。放送作家の島津です。よろしくお願いします。この番組はですね、世界の料理を知れば人生はもっと楽しいというコンセプトで、世界の料理好きな皆さんと食にまつわる情報で異文化交流しようという番組でございます。今回はですね、こちらのメンバーに来てもらっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今回はですね、スタッフのちょっと岩渕さんにも顔出しで出演してもらいますので、よろしくお願いします。はい。今回のテーマはこちらです。教えて、あなたの国のお茶文化。イギリス在住のあゆみさん、中国北京出身のゆうさんを迎え、これを知ればもっとお茶が楽しめる、そんなね、お茶情報を教えていただきたいと思います。またね、イギリスと中国、そのね、お茶文化の比較も楽しんでいけたらなというふうに考えております。まずはですね、ゆうさん、中国のお茶事情を教えてください。中国ではその地域ごとに、飲むお茶の種類も、そしてお茶の飲み方も違います。私は北京出身で北の方なんですよね。小さい頃からもうお茶飲んでるんですけれども、基本ジャスミン茶がメインです。ジャスミン茶、なんで北京はジャスミン茶かっていうと、なんでだ。皇帝がですね、北京に住んでるんですよね。で、地方で採れた美味しいものをすべて皇帝に差し上げないといけない。ただし、昔だと物流がやっぱり発達していなくて、温度管理はそもそも難しい。なので、せっかく南の方で採れたお茶がですね、北京まで届いた頃にはもうだいぶ劣化が進んでいて、香りがなくなったり、なんとかしようかっていうところから、ジャスミンの花を入れたら、香り付けとしていいんじゃないかっていうところから、やっぱりね、北京では。なるほど。じゃあそもそもお茶の生産地は南でしか作ってないから、そうです。南の文化なんだ、お茶文化っていうのは。そうです。そこから生まれて、なんとか皇帝も飲みたいからっつってジャスミン茶ができたんですね。そうなんですね。なるほど。もともと今いろんな種類、緑茶とか、ジャスミン茶とかウーロン茶とか、プール茶とか紅茶、中国にも紅茶あるんですよね。いろんな種類あるけれども、もともとの原材料はみんな同じ一種類、お茶の木から取れてるんですよね。その辺は知ってますよ、一応。さすがですよね。なので発酵させるか発酵させないかとかね、発酵途中で止めるかとかでね。なので30年ぐらい前にやっぱり、じゃあもうちょっと健康的な、なんとなくこう憧れちゃうような、そういうイメージでウーロン茶がだんだん南の方から北にこう渡ってきて、当時の流行りがもうすごいみんな、ウーロン茶飲むことがめちゃくちゃおしゃれな、本当におしゃれなことだ。ちょっと待ってください。ウーロン茶って30年以上前はなかったものなんですか？もちろん南の広州とか、広東とか香港とかでね、普通に福建省飲まれてはいたんですね。飲まれてはいたけれども、北京までは伝わってこなかった。だからもう名前だけ知ってて、でも実際ウーロン茶ってどんな味かなみたいな。そういう感じなんだ。お値段もおそらく高かっただろうし。それでいうと日本で飲み始めたのも多分北京と同じくらいの時代だと思います。
そんな子そうみたい。供の頃なかったもんだって。ああ、そうなんですね。うんただ、それを言うなら、もう一個質問が残りますね。私、中国でその最初に飲んだウーロン茶っていうのは、本当に透き通った淡い黄色っぽいお茶なんですよ。日本でそのサントリーのウーロン茶っていうのは、やっぱりウーロン茶を一度煎じて、要はほうじ茶的に作った、その二次加工的にもう一工夫したものなんですよね。で、そうなんですよ。本当にね、薄い、もう上品な透き通った色のお茶がね、あれがウーロン茶なんですよね。あ、そうなんですか。そうなんですよ。なんか黒っぽいですよね、僕なんかのイメージで言うと。そう。だからそこもなんで日本のウーロン茶。違うんだ。そう。でもそれって、ジャスミンティーも同じじゃないですか。日本で出てくるジャスミンティーって、一番最初に飲んだ時は濃いめだったんですけど、その後、また違うところに行った時に、確かなんか中国人の人に、いや、これぐらいの薄さで飲むのが普通なんだよっていうのを聞いたんですね。まあ、そうですね。日本人は濃いめが好きなんですかね。ちっちゃいカップで飲むのが可愛いですよね。はい。もしかして。あるこれですか？そういうのすごい可愛いです。ままごとみたいなちっちゃい。そうなんですよね。こういうの、一時期日本で工芸茶って言って、グラス、耐熱ガラスのグラスとかに、でお湯を入れるとだんだんお花みたいに咲いてくるやつ。お花とかお茶っ葉とかをこうまい具合に組み合わせて、お湯を注いだら、だんだんこう、グラスの中でこう開いてくる。はい。あるある。ハーブティーでもありますもんね。あ、そう。こういうのは本当にね、もう見た目重視で、味は全然負けてます。もうね、私はこういうのね、買ったことないですもん。お茶屋さんに行くとね、やっぱりあなた本当にお茶好きだったら、こういうのはおすすめしないよ。そうなんだ。いや、これ、なんかね、絵では見たことあるけど、飲んだことないから。そう。可愛いから、まあ。プーアル茶はこれどこの飲み物ですか、これは。南の方全般的にやっぱりよく飲まれているもので、例えば、そうですね、こんな風にね、円盤にこの形にすると、やっぱり保存もしやすくて、あと持ち運びもしやすくて、昔ほら、それこそ馬車とかしかない時代、こんな感じで販売していくのが、それは、あれがお茶っ葉が固まってるのが円盤になってるんですか？そうなんです。固まってるんだ。すごい。なってます。これをね、専用のナイフが、刃のない、まあ、形はナイフなんですけど、刃がなくてね、差し込んで、こう、ぐりぐりやれば、バラバラになってくるから。硬いんですね、結構ね、それ。これはね、まあ、そうですね、確かに、手ではちょっと難しいかもしれない。こんなちょっと今やってるんですけど。これだとね、何年も持ちますし、古いほど価値があるとも言われてますよ。そうなの？ 10年ものとか20年もの、30年ものが本当にですね、お値段もめちゃくちゃ高い。ワインみたいな感じになってるってことですか？熟成されてる。なので一時期投資の対象にもなっているくらい。みんな競りにかけられて、有名ブランドのプアル茶何十年ものがもう何十万元とか何十万元っていうと何百万円のぐらいな感じなんですか？そうなんですよ。それでまあ取引されたりして、だからコレクションとしてこう持ってる人も結構いますよ。なるほど。それはプーアル茶だけですか？プーアル茶がメインのと、実はですね、紅茶もそうなんです。もう実は三大紅茶の一つがキーモン紅茶って言って、中国産なんですよね。またすっごくまろやかで、お味が上品なお味なんですよね。なのでそうですね、紅茶も最近、
お茶の流行りっていうのがあって、80年代、90年代はまあ緑茶とかジャスミン茶だとしたら、2000年ぐらいがプーアル茶、ウーロン茶、そして2010年ぐらいからはもう今は結構ね、紅茶がもう今全盛期。そうなんだ。私の知り合いのお茶屋さんではね、やっぱり中国紅茶がすごく取引されていて、日本人の感覚ではちょっと想像しがたいぐらいの高いお値段で、100グラムもう1万円とか、100グラム何千円とかはもう普通で、1万円以上するのも全然驚きはしないっていうかね。はい。なのでね、みんなに勧められては高くて買えない私で。そんなことになってんですね。そうなんですよ。面白いね。いやいや、ちょっと紅茶、今紅茶なんだ。それもちょっと謎だね。最近というよりもここ10年ぐらい。そうですね。まあ、やっぱり漢方の観点とか東洋医学の観点をすごい取り入れてるので、例えばプーアル茶だったら体の中のその脂肪、要はご飯脂っこいものを食べた後にプーアル茶を飲むと、その油が落ちるとか、そういう言い方あるじゃないですか。紅茶を飲むと胃に優しいとかね、なんかいろんな言い方あるんですよ。要は体にものすごく優しくいいと。そういう。なるほど。プーアル茶はですね、まあ実は特徴があって、他の日本茶のイメージとちょっと違って、日本茶ですと、まあ大体1煎目が美味しくて、頑張って2煎目まで飲める。3煎目くらいになると、もう味も香りも。そうですね。出がらしってね。2番煎じってなんか悪い言葉のイメージですからね、日本で言うと。大体中国茶器って小さめなんですよね。そうすると、7、8煎とか全然普通にいけます。そうなんですか。なので、一人で飲む場合はもう1回分のお茶っ葉で、午前中は絶対持ちますし、下手したら夕方まで。嘘と思うでしょ。本当です。思う。だって、本当に中国茶器って言ったら、これ、ちっちゃいんだ。チョコサイズ。はい。これで考えれば、だってこれ、キュッと日本酒飲む感覚。なるほど、そういう感じでクイッといく。なので、それなんかちびちび飲むんですか？そうなんですよ。これちびちび飲むんですよ。おちょこだな。おちょこ感覚そうですね。大きさはまさにおちょこなんですよね。おちょこですね。中国に行くと茶館って言って、お茶の茶に函館の館って書いて、館がすごく多くて、みんなでゆっくりもう何時間もおしゃべりしながらお茶飲むんですよ。そうなんだ。それが流行ってんだ。都内だったら全然中国茶もあります。今どんどん増えて個性があるので、そうするとね、こう自分の好きなものを選んだりとか、好きなお茶の種類も選んだりとか、こういろんなまたコーヒーと違う楽しみ、楽しそう。楽しそうですね。ちょっとなんかスターが可愛くないとか言い出したら一気に流行りそうな予感がするね。ですよね。中国人ってお茶大好きだから外でも飲みたいわけですよ。だけど、こんなの持ち歩くの大変それが無理だね。だから最近も進化版として一人用あるいはまあ旅行用のミニ版のプーアル茶も結構出回ってます。先ほどこの大きいやつのミニ版になりますよね。外出してるときに2、3個ね、忍ばせて、ホテルの急須でもマグでもいけるんですよね。かわいいな。なんかこういうのお土産にもらったら嬉しいですね。ね、お土産もらったら嬉しいよね。めちゃめちゃ嬉しいね。いろんなお茶今、1回分のものがたくさん出てますね。さすが中国人なんか、お茶へのこだわりがね。
そうですね。じゃあさ、日本のペットボトルとか見ると、何自分たちで入れないのみたいな感覚になるんですか？なりますね。だから今の若い人たち、日本人に限らず、今の中国の若い人たちも、だいぶお茶離れはね、あるんですよね。やっぱりペットボトルが楽じゃないですか。だから本当にね、自分でマイ急須、マイ湯飲み持ってる人がだんだんやっぱり、やっぱそうなんだ。あと、プーアル茶の美味しい飲み方としては、ヤム茶って聞きますよね。ヤム茶ってこの発音自体は広東語から来ていて、漢字としては飲食の飲になって書きますよね。これはもともとプーアル茶とかウーロン茶を飲みながら軽食を食べるスタイルのことなんです。ジャスミンじゃなくて？ジャスミン茶じゃないんですよ。これは絶対ウーロン茶かプーアル茶ですね。まあ、紅茶も最近もしかしたらあるかもしれない。ヤム茶ってそうなんだ。もうヤム茶といえばジャスミンティーと思ってました、私。だから中国で言うと、そのヤム茶はもう、まず南のもの。で、とりわけ香港とか広東とか、そういったところにはヤム茶文化があって、大体こういうお店ほぼ24時間営業。早朝に行くと朝ごはん、午後に行くとお3時のおやつ。で、夜の12時ぐらいに行くと夜食みたいな感覚で。ヤム茶ってなんかランチぐらいに行って天津食べるみたいなイメージだったんですけど。ランチで行きたければランチでもいいんですけど。実はいつだっていいんだ。いつだっていいんです。そうなんや。スイーツ系の、例えば蒸しパンのようなね、中華系スイーツ、そういったものも実際いろいろ種類として。いろいろ実は食べるのね、ヤム茶で。ね、塩系のね、食事系のものが多いかもしれないんですけど、一応あるにはありますね。なるほどね。面白いな。はい、わかりました。はい、他にユウさん何かございますか？お茶の楽しみ方として、茶器のコレクション、またすごくいいですね。出たよ。いや、いっぱいあんな。はい、一部なんですけど、まだ少しずつ増えてます。これ、ユウさん、旦那さんって怒られないですか？こんなんいらないだろうって言われないですか、これ。専用の引き出しがあって。これすごいな。今日実はそういったものを持ってきたんです。例えばこれは台湾産の急須なんですけど、実際にですね、皆さんにみんなで一緒に飲むときにやっぱりお茶の濃さを均等にする必要がある。紅茶でいうとピッチャーみたいなこんなセットになっているものがあって、まずこれで、お茶を入れます。一度すべてのこの中にですね、こんな風にネットも入っている。ここに置いとくと細かいカスとかはもうここで入れたものをこのように一度ざーっと一回入れちゃうんだ。で、この中に入っているものはもう均等なので、好きなこのおちょこに入れればみんなの分を入れるんですね。これが正統派の方ですね。じゃあユニークなもので言うと、例えばですね、これはこれはちょっとあんまり似てないけど一応虎です。それで虎の頭は実は取っ手の部分で。そうなんだ。口から湯が出るわけじゃないんだ。そうです。そうなんですよね。なぜかね、逆なんです。ここがですね。これはね、いただき物で、私、自分が寅年なので、ネタとしていただいたんですよ。なるほど。実際使ってみると、意外と使いやすくて。本当ですか？そうなんです。使ったことあるんだ。偉いな。あります、あります。これはね、意外と使い勝手がいいんですよ。ただしね、もう一個、どうしようか、使っていいのかしらっていうようなものがあって、これは一見普通の急須ですね。しかしですね、
つまむところには。おおこれブッダですか？はい。すごいな。こんな感じで。頭ですよ。お茶を入れるたびに、やっぱり頭をつまむ。頭ね、グリグリしなきゃいけないから。そうなんですよ。若干バチ当たりなんじゃないかって。そう、バチ当たりの、これもいただき物で、どうしようと思いながら、面白い。もう一個使った、平べったい、もう柿のようなね、干し柿とかね、みたいな、ぺちゃんこになってるものも。うわー、不思議だね。お湯入れるところもすごく、入れやすいし、洗うのが楽そうだね。これで結構使い勝手がいいんですよね。珍しい形なんですか？それともよくある形なんですか？いや、珍しいです。珍しいんだ、やっぱり。少なくとも、そんなにそこら辺で売ってないんです、やっぱり専門店に行って、こういう平べったいデザインは、まあ、探せばあると思うんですけど、ただまあ、ポピュラーではないですね。それ、使い分けします？それとも日々生きてるとやっぱ集中しませんか？なんかに。基本的には、普段はもっと大雑把に、その日の気分で、今日はこいつだ、みたいな感じです。なるほど、なるほど。一応でも、じゃあ日によって違うのを使い分けてるんですね。そういう意味で言うと。そうですね。あと、めちゃくちゃこだわってる人だったら、一応ですね、お茶専用にしていく。この急須だったらウーロン茶専用。なるほど。急須だったらコマル茶専用。なるほど、なるほど。みたいにしていくと、だんだん香りを吸収するんですよ。例えば、これはウーロン茶専用ですって言って、10年ぐらいずっとウーロン茶入れてると、もうお湯入れただけでもウーロン茶の香りが専用にしちゃうと。混ぜちゃうと、香りも混ざっちゃうから、だから良くないっていうのがあるんですね。私はそこまでのこだわりがないので、自分の好みで、今日はじゃあこの子にしようと。そんな感じですね。面白いな。まだまだありそうだけど、はい。でも十分楽しめました。はい、ありがとうございます。はい。ダーリンが初めての誕生日プレゼント、私にくれた感じですね。Do you like lemon tea? Why?